単身赴任先には母さんと二人で行く。母さんを見下すお前とは生活できん。私の言葉は一切聞き入れず、嫁いびりされたと証拠を見せても信じてくれない。挙句、事実上の別居宣言だ。いいわよ。そんな親子はこっちから縁を切ってやる。と思っていたのに、まさか10年後に彼らが現れるなんて私は想像もしていなかった。二度と会いたくないし、徹底的に追い返してやろうじゃないの。私の名前はひなこ。最近業務用スーパーに通い詰めている50歳だ。いやー、あの安さで何でも手に入るのは、この物価高の時代にありがたいよね。家事は好きだけど、ケチケチする気持ちで作ると気がめいっちゃうしね。物が安く手に入ると家事が楽しくなっちゃうよね。そんな私にも家事を全くしたくなくなった時期があった。今から15年ほど前のことだ。私は知人の紹介で知り合った夫、徹と結婚したのだが、実はこの結婚は結婚前からやや問題をはらんでいた。有名大学を卒業し、大手企業に勤務していた年上の夫は、すでに会社でも役職を持っているような存在で、自他共に認めるエリートだ。一方、私はただの一般ピーポーだ。こんな人に見初められた私すごい。シンデレラストーリーみたい。と多少舞い上がる気持ちがあったのは認めよう。しかし、そんな私の浮かれた気持ちを踏みつぶす人がいた。姑だ。姑は、姑の浮気が理由で別居している。離婚しなかったのは、夫がまだ幼かったからだという。しかし、成人してからも姑は、結婚してたら、あの人に何かあった時に遺族年金がもらえるから。と、なかなかシビアな理由から離婚に至ってない。そんな姑は、一人息子の夫に対し、あなたは私を裏切らないでと、溺愛というか、異常な執着を見せていた。結婚の挨拶の時も、わかりやすい姑の態度で、私嫌われているなぁと実感したくらいだ。常に睨まれるし、握手した後にさりげなく手を拭かれるし、名前は何度も忘れられた。夫は気にしていないようだが、完全に嫌がらせだ。まあ、今まで必死に守ってきた息子が、どこぞの馬の骨に取られると思うと警戒されても仕方ないのかもしれない。徹が私の家に挨拶に来た時には、うちの父も、どこの馬の骨だという空気をあからさまに出していたし、どこも同じだよね、と水に流していた。しかし姑は私と夫が新居に引っ越すと定期的に家へ遊びに来るようになった。気は使うが、近頃は姑も優しくなっており、私自身も姑と仲良くできるなら、と快く家に上がってもらっていた。ある日姑が、体調が悪いから2階の寝室を貸してほしい。というので、私は2つ返事で自分のベッドを貸した。それから1時間ほど経った頃だったろうか、姑の体調が心配になり、2階に上がろうとすると、不意に声が聞こえた。大丈夫。はあ。よし。いっせーの。せっ。いや。姑の声だ。どうしたんだろう、と階段に駆け寄り、2階に行こうとしたその瞬間だった。ダダダダッと大きな音を立てて、姑が階段から落ちてきたのだ。ぎょっとする私と、痛いと叫ぶ姑。何が何だかさっぱりわからないが、私は痛がる姑を慌てて病院に連れて行った。診察の結果、姑は骨折と診断された。全治3ヶ月だ。ごめんなさいね、ひなこさん。迷惑かけて車まで出してもらっちゃって。いえ、いいんですよ、母さん。それより足のお加減大丈夫ですか？痛いけど、平気よ。
そう言って微笑む姑。しかし私は知っている。私が廊下で聞いた声が階段を飛ぼうとしていた姑の掛け声だったことも、姑が階段の上でジャンプして落ちてきたということも。なんでそんなことをするのか不思議だったが、その謎はすぐに解明された。会社から帰宅した夫は、ギプス姿の姑を見るなり、これじゃあ家に帰らせられないなと言った。確かにそうだ。この状態で姑に一人暮らしはさせられない。姑も、もう年ね。気持ちは若いつもりだけど、体はついてこないんだわ。と、これ見よがしに悲劇のヒロイン感を演出する。私は、自分で飛び降りましたよね、と言いかけて黙った。証拠がないからだ。すると夫がこんなことを言った。よし、決めた。今日から同居しよう。荷物も明日取りに行ってさ。いいよな、ひなこ。え？二人の視線が私に注がれる。姑を一人にできないのは事実だ。ここで嫌とは言いづらい。一瞬言葉に詰まった私に対し、姑の反応は早かった。ありがとう。よろしくね、ひなこさん。同居 OK なんて一言も言ってないのに、先手を取られたことで完全に断れない状況にされてしまった。なるほど。姑は夫と同居したかったのか。でもまあ、最近は仲もいいし、なんとかなるかも、と思ったのだが、同居を始めてから姑は手伝いだと言って、私が夕食作りをしているとキッチンに入ってくるようになった。そして必ずと言っていいほど私の料理の味付けに口を出す。言う通りのレシピで夫に食事を出すと毎回不評だ。今までいつも美味しいと言ってくれていたのに、他にもお風呂から出ると脱衣所に置いたはずのパジャマがないということがたびたびあった。これも同居が始まってからの現象だ。証拠がないのであえて追求しなかったけれど、これは立派な嫁いびりだ。表面上、私たちの仲は良く、夫もそれを喜んでいる。が、夫が気づかないところでそれとなく、文句を言えない程度にふんわりと姑は攻め込んでくる。本当は夫を説得して、骨折が治り次第、元のように別々に暮らすことを要求したいところなのだが、証拠もなしに姑を問い詰めても、しらばっくれられたら終わりだしな。ちなみに、姑の嫌がらせはいつも同じことをするというタイプではなかった。料理の味付けは何日か続いたが、他はランダムにいつ来るかわからないスタイルだ。脱衣所の服を隠されたからとカメラを仕掛けても起きず、翌日にはいつも履く靴の中に押しピンが仕込まれている。そんな感じだ。そうかと思えば、私のお気に入りの香水に別の香水を混ぜられてとんでもない悪臭にされたり、今度はシャンプーの中に木工用ボンドを混ぜられたり、文字通りあの手この手で場所を問わず間接的な嫌がらせをしてくるので、家中にカメラを仕掛けないと証拠を抑えられない状態だ。ある意味、いじめのプロである。家中にカメラを仕掛ければ証拠映像を撮れるだろうが、あいにく新婚の私にそんなにカメラを用意できるほどのお金はない。毎日、昨日は台所だったから今日は玄関先で嫌がらせかな、などと当たりをつけていたら、ついに撮れたのだ。姑が私の洋服タンスの中に袋に近所の犬の糞を入れて忍ばせているところを、ご丁寧に奥の方に入れていたので、気がつかなかったら私の服が糞臭くなるところである。私はその夜、早速夫にその動画を見せたところ、姑を交えて家族会議になってしまった。しかしそれは私にとって良い状況じゃなかった。私こんなことやってないわ。ひなこさんとは仲良しになれたと思ったのに、こんな捏造あんまりよ。動画を見た夫が姑に、母さん、なんでこんなことをしたんだ？と尋ねた途端、
姑は顔面蒼白になった後、大号泣を始めたのだ。夫は、やってもない濡れ衣を着せられて青ざめたんだろう。かわいそうに。と言うが、どう見てもまさかカメラを回されていたなんて思わず焦っただけだろう。新婚の二人に水を差すみたいで、私だって同居することを申し訳なく思っていたのよ。嫌なら口で伝えてくれればよかったのに。こんなことするほど私が嫌いなのね、ひなこさん。ぐずぐず泣きながら夫にすがりつく姑。夫も姑をなだめてやりながら、なんでこんなことをするんだ、ひなこ。と私を問い詰めた。待ってよ。私には動画を捏造できるような知識ないってば。私は必死に否定するが姑は、もういいの。私が嫌いなのは分かったわ。出ていくから。と思ってもないことを口にし、遠回しながらも徐々に私を悪者にしていく。いや、お前は俺が仕事で動画広告を作っているところを見てたはずだ。見よう見まねでできるだろ？と夫まで謎の仮説を立てて私を悪者にした。いくら夫が仕事を家に持ち帰っても夜食を持っていく程度で作業風景をまじまじ見ることなんてないのに、そんなちょっと見たくらいで動画の捏造スキルなんて身につくわけがないだろう。でも夫は母である姑の言い分を鵜呑みにした。その日夫は、俺の母親を見下すような嫁とは思ってなかったよ。がっかりだ。と言って口も聞いてくれなかった。当然私の弁明に耳を傾けることもない。時が経てば頭が冷えたら信じてくれるだろうかと思っていたのに、翌日になっても夫はほとんど口を聞いてくれず、私と顔を合わせないように早く起きて出社してしまう。そんなこんなで会話のないまま2週間が過ぎた。交際中にも経験していない倹約っぷりで、どうしたらいいのかわからず私は頭を抱えていた。そんなある日、朝早くに夫が玄関先で大荷物を持って姑と共に出かける準備を整えていた。物音で目覚めた私は寝ぼけ眼をこすりながら、どこに行くの？と尋ねる。俺単身赴任決まったから。単身赴任？とんでもない一言に寝ぼけ眼から一気に目が覚める。聞いてないよ。なんで言ってくれなかったの？ついて行ったのに。お前が母さんを見下してたからだろ。母さんを見下すお前とだけは生活できん。単身赴任先には母さんだけ連れて行く。待ってよ。それは誤解だって。私はお母さんに毎日嫁いびりを受けてて。嘘つくな。取り付く島もない夫の強い言葉に涙がこぼれた。もう私が何を言っても見せても嘘であり捏造になってしまうのか。夫は別居のつもりの単身赴任なのかもしれないが、信じてももらえないなんて夫婦でいる意味がないじゃないか。わかった。もういいよ。信じてくれなくて。その代わり離婚してほしい。私の言葉を夫はあっさり快諾。こうして私たちは離婚することが決まり、必要な連絡のやり取りは郵便物を送り合う形で行った。あっけない終わりだった。それから10年、私は穏やかにお一人様ライフを堪能していたのだが、ある日買い物から帰ってくると、玄関先にまさかの夫と姑が立っていた。離婚の際、単身赴任するし、この家はやると言われ、そのまま私がこの家に住み続けたことが仇になったようだ。まさか今更ここに現れるなんて。私は思わず、何のご用ですか？と尋ねた。その瞬間、私の両手を握り、すまん、助けてくれと頭を下げる夫と、罰の悪そうな姑。話を聞くと、夫は単身赴任が終わり、再びこの地に帰ってきたものの、職場の居心地が悪く仕事を辞めてしまったらし
居心地が悪かった理由の一つに私が絡んでいた。夫の職場には現在、私が以前、離婚後に少しだけ働いていた職場の同僚がいるらしい。その職場には、いわゆる人から聞いた話をいろんな人に話して回り、みんなからスピーカーと呼ばれる森内という女性がいた。当時の私はひょんなことから結婚して1年も経たずに離婚したばかりということがバレてしまい、社内の人にそれはもう根掘り葉掘り聞かれてしまった。最初は話すのが嫌だったのだが、徐々に一種の自虐ネタのような感じで愚痴るようになっていた。そうすることで、夫に信じてもらえなかった苛立ちなどが徐々にスッとするのを感じていたのだ。この会社の人は夫と関係はないし、これは私の過去の話をしているだけだからいいだろう。といろいろ暴露していたのだが、どうも現在、そのスピーカーこと森内が夫の会社に転職しているようだ。ちなみに私は森内に夫とのことを愚痴ったことがない。スピーカーゆえに距離を置いていたからだ。しかしどこかで森内は私の愚痴を聞き、さらには夫と出会ってしまったようで、夫が珍しい名字だったことや、離婚歴の一致から森内に、ひなこさんって知ってます?と問いただされ、私が元妻であることがバレたらしい。すると森内はスピーカーっぷりを本領発揮。私の愚痴を周囲の人間にさも自分が直接聞いたかのように披露してみせた。ご丁寧に尾びれや背びれも加えてだ。元夫はその話を聞いた人、主に女性陣に嫌われ、家庭の姿は本当のその人だから仕事でもいざという時に出るよね、と信頼を失った結果、肩身が狭くなった夫は退職を選んだという。失敗知らずのエリート様は、たかが噂話を放置できないほどに、めっぽう打たれ弱いようだった。半分くらいお前のせいで、俺が無職になったようなものだと思うんだ。ここは俺たちを助けると思って、この家を返すか再婚してくれないか。は?なんでそんなことになるの?夫の出してきた二択があまりにもトンチキなので、思わず私は顔をしかめた。すると夫の代わりに姑が、前はとてもいいお家に住んでたんだけど、無職になって払えなくなったら追い出されたの。今更狭いお家は辛いし、ここなら一軒家だし。と悲しそうに話した。いや、我慢して狭い家に住めばいいだろう。だいたいエリート様の稼ぎはどうした?どうせお母様と二人で好き勝手に全部使っちゃったんでしょうが。実際のところ夫もだが、姑もなかなかエリートで、若い頃は銀行員をしており、稼ぎも多かった。狭い家なんて嫌だとお高く泊まるあたり、まだ気持ちはお金持ちなんだろうな。身の丈に合った生活をすればいいのに。それに再婚すれば、うまくいけば前の会社に戻れると思うんだ。妻とやり直せたってことは、俺の過去が帳消しになるだろ。だから今までのことは謝るよ。ごめん。夫の言葉に私は開いた口が塞がらなかった。しかし夫は私の様子を気にも留めずに言葉を続ける。あの時は俺もお前に対して一方的すぎたよな。全然お前の言うことも信じてもやらないで。でも夫婦なんだから俺が信じるまで何度も言ってほしかった。熱弁しながら夫はその目に涙をためていたが、夫が泣く理由がさっぱりわからない。当時の私が泣くならわかるけど。いや、それ謝ってないよね。そもそも私は何度も話を聞いてもらおうとしたし、説明もしたけど、目も合わさないで部屋にこもったり無視したのはあなたじゃん。いや、それは、母さんからも時々、毎日姑いびりをされてるって言われててな。ついそっちを信じたっていうか。どんなことを聞いてたの?母さんが親切心で料理を教えたのに、もう教えなくていいって突き放したとか、階段から落とされたとか。それは
お母さんが嘘のレシピばかり教えるからだし、階段はお母さんが自分から落ちたのよ。え？夫が思わずぎょっとした目を姑に向けると、姑は目を泳がせながら顔を背けた。ねえお母さん、あの時、一斉のせなんて言って階段飛び降りましたよね。もし骨折れてなかったらどうしてたんですか？見てたんだね。ポロッと出た姑の言葉に夫がすかさず反応し、母さんが騙してたのかよ。と声を荒げて姑の胸ぐらをつかんだ。違うんだよ。あんたが私を見捨ててこんな嫁と結婚するから、あんたが悪いんだよ。母さんをもっと大事にしとくれよ。俺のせいかよ。子供が結婚するのは当たり前だろうが。それはそうだよ。でももっと同居を提案してくれたり、新婚旅行に連れて行く配慮があったっていいじゃないか。それだと母さんが俺の嫁になるじゃねえか。おかしいだろ。二人は人の家の前ということも忘れ、口論を続け、言葉もすっかり荒くなり、親子関係にもみるみるひびが入っていた。俺を苦しめて、ひな子を苦しめるような母親は見捨てる。だからひな子、俺とやり直してほしい。いや、私がなんであなたの再就職のための再婚とかしなきゃいけないのよ。違うんだ。俺、糖尿になったらしくて、食事制限をしなきゃいけないんだが、俺には家事のことはさっぱりだ。今までは母さんがやってくれていたけど、この人を見捨てるとなれば、俺は一人になる。は？そこで、お前に俺を支えてほしいんだ。元妻のよしみでな。さも名案と言わんばかりに、推理小説に出てくる名探偵がネタばらしするかのようなテンションで、人差し指を私に向けて決め顔で見てくる夫。ダメだこの人。会わない間にものすごーくずれた人になっている。年を取ったせいか、長くこのトンチキ母親と居すぎたせいか、甘えっぱなしで生きてきたんだろうな。悪いけど、そんな糖尿病野郎の召使いになるような泥船に乗る趣味はないし、嫁？いや、召使いの私を苦しめるような旦那様もいらないわよ、私。でも、今度はお前のことちゃんと大事にするぞ。いや、無職の糖尿病のおじさんのお世話って、無料で介護施設に勤務するようなもんなんだけど、大事にしてもらうだけじゃ割に合わないわ。きちんと愛情も注ぐ。気持ち悪い。容赦ない私の言葉に夫はショックを受けていた。特に愛情を注ぐを断った時は本気で驚いた顔をしていた。むしろなんでその言葉にそんなに自信を持ってたんだ？交際中のエリートだった頃の夫は確かに優しくていい男性だったし、お得な付加価値がいっぱいあったが、今や甘えん坊の不健康無職だ。そんな人からの愛なんて、もはや呪いと一緒である。夫は涙腺がおかしくなっているのか、再び涙をにじませ、元家族に冷たすぎる。と地面に手をついた。優しくするような要素ないし、離婚までの間にあなたへの気持ちなんて冷めたから自業自得でしょ？離婚までの間？うん。まあ、離婚原因になった私の話を聞かないってのももちろんだし、離婚届をやり取りするための手紙にもいちいち嫌味書いてたよね。高卒のお前をめとってやったのにとか、器の小さい男だなと思ったよ。自分があっさり離婚されたのが嫌だったんでしょ。私の言葉に夫はうっと声を上げた。あと、一時期自宅の家の固定電話に無言電話が来てたけど、一回だけお母さんの声が後ろで聞こえたよ。あれ全部あなたでしょ。私が携帯であなたの番号を着信拒否したからだよね。知って。バレていないと思っていたのか、顔を真っ赤にする夫。うん、バレバレだった。面白いから着信拒否にしなかったんだよ。固定電話だけね。それはでも過去のことだ。いろいろあった者同士、俺たちならもう一度やり直せると思うんだ。
しつこいなあ。仕方ない。奥の手を使うか。私は夫にちょっと待っててと微笑みかけ、家の中から遊びに来ていた友人を呼んだ。牧原、ごめん、ちょっと来て。私の呼びかけに友人牧原が何読もうと言いながら出てきてくれた。元旦那がしつこいんで、接近禁止命令とかあって出せますか？相談お聞きしましょうか。そんな私たちのやりとりを前に、きょとんとする夫と姑。牧原は夫と私の間に入り、旦那さん、いくら元配偶者でも押しかけるなどの迷惑をかけると罪に問われることもありますよ。と諭す。なんでそんなこと、いきなり出てきた第三者の女に言われなきゃいけねえんだよ。と、牧原を突き飛ばした時だった。私、警察官でして。わざとらしく尻餅をついた後に、笑顔で警察手帳を夫に見せる牧原。お前、柔道やってたんだから、そのくらいで倒れないだろう。いい演技である。突き飛ばしましたよね、今。警察官の節油中に。これは暴行罪。いや違う。びっくりしただけで。夫は額にじわっと冷や汗をかき始め、顔も真っ赤になっていた。普通青くなるのだが、焦っているので血圧が上がったのだろう。糖尿病だけじゃなくて血圧もやばくなっても知らないぞ。お話聞いてもいいですか、旦那さん。もうひな子には関わらないから許してくれ。そう言って夫は姑を無理やり引っ張って走り去っていった。いやいや、そんなに荒く引っ張ったらまた骨折れますよ。牧原と私は。やったね。多分もう来ないよ。ありがとね。と笑顔でハイタッチ。休暇中の警察官をこんな風に使ってしまって申し訳ないが、お手柄で、それからは夫につきまとわれることもなかった。つい最近、夫を私に紹介してくれた知人から聞いた話だと、夫は糖尿を悪化させて入院生活を送っているらしい。姑と縁を切ったせいで、一人になってから上手に食事制限ができなかったようだ。現在は姑が親の責任として仕方なく夫の面倒を見ているが、仲は悪く顔を合わせるたび嫌味の言い合いになるそうだ。病院にもうるさいと何度も叱られ、それが理由で転院になったこともあったという。あれほど執着した息子との関係を自分の行いのせいで壊した姑と、何もかも持っていたはずなのに、姑を信じたばかりに最後は何一つ持っていない状態となった夫。二人とも勉強のできるエリートなのに、人の気持ちや考えはわからなかったようだ。そのあたりは私の方がエリートだったかな、なんてね。私は現在、学生向けアパートの管理人をしている。今時の若い子にちょっと気遅れするところもあったのだが、女性専用アパートにしたおかげか、みんなほんわかしていて、いい子たちばかりだ。週末は住人同士が女子会を開き、彼氏の愚痴や進路の悩みなどを話しているのだが、最近私もそこに呼ばれるようになった。一度とある女の子の相談に乗ってから、親に話しにくいことや、友達では答えてくれない相談も、私ならいいアドバイスがもらえると思われたようで、なぜか女子会でアドバイザー的な存在になっている。まあ、離婚歴のあるお一人様だし、人生経験は彼女たちに比べればそりゃ豊富よね。若い子の役に立てるなら、こんな立ち位置もありかなと思う。私自身も女の子たちに紛れて、最近の流行のお菓子を食べたり、私の時代にはなかった便利な化粧品を見たりするのは楽しいしね。すっかり若返った気分だ。というか、メイクして遊ばれることもあるので、実際結構若返った。いやー、若い子は美容に詳しいね。お一人様だけど孤独じゃない。住人の母であり、姉であり、友達でもいられる美味しいポジションで、
毎日賑やかで楽しい日々を送っている。